はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト酒井太さんです。よろしくお願いします。お邪魔します。いやー、もう太さんとできる日が来ましたね。いやいや、こちらこそ本日ですけれども、はい、できました。これですね。はい。ジャッカルミッドナイトという、ライムトンオーディオからですね、初めてベース専用というか、ベース向けに開発した、初めてなんですよね。そうなんです。フォーカスってコンプレッサーもたくさんベーシストの方が使って僕も使ってます。ありがとうございます。使ってくださってて、ただあれはベースもギターも兼用なんですけれども、初めてベースのことをメインに意識してめちゃめちゃ気になってました。じゃあ早速やっていきたいなと思うんですけれども、どんな音かな。これまず何のペダルかっていうと、ディストーションかなり歪みますので、ディストーションに分類されると思うんですけれども、プラスプリアンプモードっていうちょっとモード切り替えもできるというものです。じゃあ早速音を。これ今回実はですね、太さんに事前に弾いていただいて、そうなんですよ。でめっちゃ歪みますよって聞いてたんですけど、めっちゃ歪むんですよ。おおと思って。今これね、原因だって9時ですからね。これ原因9時なんですよ今。これで結構ね、こんぐらい歪んでるんで、結構攻めてるなと思います。そうなんですよね。これもちょっとそのジャッカルの遺伝子は継承するというか、もともと超ハイゲインだったんで、いいですね。僕は好きですね。本当ですか。この感じは。じゃあまずですね、ちょっとつまみの説明をしてから、こういう音作れるよみたいな、そういった順でご説明していければなと思うんですけれども。今12時こんな感じになってまして、で、EQ がかなり効くようになってまして、かなり効きますね。ちょっと回してみますね。じゃあトレブルから。めっちゃ効く。めっちゃ効くんですよ。でこれはもうあえてもうギャンギャン効くように、要はいろんな方向に音作り持っていけるようにちょっとしたんですけれども、厳しく言うと音作りがちょっと難しいというか、そうですね。全部真ん中にして使うっていうよりは、割と自分の好みでガンガンいじって、割と攻め攻めの音作りした方がなんか良さが出るかなっていう気はしましたね。そして原因つまみ、これ上げてみます。一応上げてみます一応上げますね。これマックスですよね。マックス。という感じに。マックスもいいですね。マックスもいい。本当ですか。なんでここなんですか。そうなんですよね。だからこれも皆さんに選択していただけるように、もう激歪みもいけるし、今みたいにね、こう原因を下げていくとかなりこのベースのなんか芯がね、こうもうちょっとこう出てくるっていうか、ゴリッとした感じ。そうですね。じゃあ太さんにちょっとおすすめセッティングをいくつか。おすすめセッティングわかりました。あるんです。あるんですか。すでにあるんです。トレブルをちょい下げのミドルとベースちょい上げです。もうこれでできちゃいました。これ原因はこれ原因これで。これいいですか。原因9時。的な。いいですね。なんか歪んでるんだけど、芯もすごいあるし、ローもちゃんとあるし、なんか一番使いやすいかな。
でなんか双方で差があんまりないっていうか、指からスラップいったりとか、あとピックでなんかこう、どれやっても一番なんかこうバランスがいいのがこのぐらいのセッティングだったかな。なるほど、はい、そしてジャッカルミッドナイト、上にスイッチがついていて、まず左上のスイッチ説明します。これブライトスイッチというもので、はい、ございまして、押すと明るくなります。明るくなる。演奏中にちょっと押してみますね。はい。っていう明るくなる、はい、トレブルよりも、まあちょっと上というか、また違った明るさが付加できるので、なんか明るくなるけどすごい耳に痛い感じにはならないかも。おこれがオフね。そういう感じになってます。痛くない。じゃあ他のセッティングもなんかおすすめあったりします？はいはい、僕、逆に何が逆にか分かんないけど、ミドルを少し下げて、でちょっと歪み増し、はい、これでピック弾きですね。おみたいな、かなり押し出す感じが、そうこれ結構好きですね。しますよね。このミッドナイトを作る時にすごく意識してたことがあって、今結構ベース向けのエフェクターって結構素敵なエフェクターいっぱいありますよね。はい、ある中でやっぱり結構なんだろうな、パッと弾いてわかっこいいって思う音って、なんかすごくこうない帯域が結構すっきりなくって、それでこう立体感を生み出してるような、すごいドンシャリだったりとか、例えばそういうことですね。そういうペダルで素敵なペダルいっぱいあると思うんですけども、まあライムトンオーディオとしてなんかこう出すんだったら、僕結構ミドルとかがしっかりこうガンって出てる音すごく個人的には好きで、僕も好きですね。あ、本当ですか？そこのミドルがあるとかなりこうアンサンブルの中でもこうガンっていう立ち位置が持てるというか、埋もれないというか、抜けてきますよね。そういうところにもつながるかなと思うところがあって、めっちゃわかります。はい、だから僕も音作りするときは結構やっぱミッド重視ですね。そういうのを好きな方とか特にね、ミッドナイトは僕すごくおすすめで、そのミッド重視っていうのとミッドナイトは関係ないです。そこ確かに、いやそこで全然考えてなかったです。すみません。いやじゃあちょっとここら辺でもう一本ベースをお持ちいただいてるので、そっちでも聞かせていただいても。はい、持ち帰っていただきました。こちらのベースは、こっちはアクティブの5弦ベース。さっきのパッシブだった。パッシブの4弦です。さっきとじゃあ同じセッティングで、僕が一番好きなセッティングでやってみますね。はい。今こう低い音弾いてますけど、がっつりついてきてくれる歪みが。5弦ベースだとやっぱりロービーとかってなかなか歪み切らなかったりすることがあるってことですよね。歪み切らなかったり、あとなんかちょっとブーミーになりすぎたりとか、あんまりこう芯があるゴリっていう音がちょっとロービーだと出にくいっていう印象があって、それがさっきの4弦と同じセッティングのままいけるっていうのがすごいなと思いましたね。これちょっと一回オフにしてみていいですか？じゃあいい音しますよね。いいですね。もう少しローゲインな音をこのノーマルモードのまま作ってみようかなと思うんですけど、これゲインゼロにしたらどうなんですか？ゼロでも音は出ます。ただ完全にゼロにしちゃうとちょっと寂しい感じなので、やっぱりちょっと上げて、ベースを足して、ミッド真ん中もうちょい上げてぐらいだと、あ、これいいですね。すげえいい。
じゃあちょっと太さんにですね、はい、こちらでデモ演奏的な、はい、今日太さんの素敵なボードもお持ちいただいているのでこれもね後でちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、いやお恥ずかしい。いやこのボードのエフェクターとちょっと組み合わせた音とかも聞かせていただきつつ、わかりました。ありがとうございます。めっちゃかっこいい。太さんめっちゃかっこいいです。今弾いていただいたのはですね、一つ目のフレーズはこのフェーズ90。フェーズ90。フェーザーに合わせて、もうね昔からある。いいですね。組み合わせていただいて、その後さらにこちらですね。これ何かっていうと、これねオクターバーです。そしてその最後にですね、かっこいい、これまたちょっとファンキーなフレーズ弾いていただきましたけども、こちらはジャッカルミッドナイトだけだったんですけれども、なんとプリアンプモード出ました。はい、使っていただきました。これめっちゃ気になりますよね、プリアンプモード。はい、これ右上のボタンを今オンにしてるんですけど、オンにするとプリアンプモードで、これね。お、かっこいい。いい音しますね。じゃあオフだと。はい、全然違います。はい、という感じで、ちょっと歪む、この原因上げていくと、そうですよね。ちょっと歪む。ちょっとこうブリッとしてるっていうか、ジャリッとしてるっていうところが出るのがすごい好きです。そうですね。これもちょっと他の設定試してみようかなと思うんですが、ね、これかなりハイが出るんで、僕はこのトレブルは結構下げた方が好みで、ちょっと上げてみましょうか、逆にね。上げつつミッドも真ん中にしつつみたいな。みたいな、これもいいですね。そう、こういうの好きな人にも結構刺さるか。これでね、さらにちょっとブライトとかオンにしてると、これもいいですね。下げ目にした方があんまり耳に痛くはなくなります。そうですね。ミッドもちょっといじってみてください。僕ね、やっぱ自分で作ってるから好きな音なんで、僕は大好き。こういう、いや僕の印象っていうか、マーシャルっぽい。元はこれジャッカルの音はプレキシモードっていうのが元になってるんで、回路的には。だからか。なるほど。実は僕70年代の実機をずっと使ってたことがあって、それがまさにこんなちょっとこう真ん中ビッみたいなでちょっと歪んでて、上行くと結構なんていうの、トレブリっていうか、なんていうかこうジャリッとしてるとこがまさにこんな音だった。おー、ですです。これちょっとオフにして、これ普通の音ですよね。いや、これです。好きなやつです。ちょっと僕のおすすめ1個だけやってもいいですか？もちろんです。ぜひぜひぜひ。じゃあこのプリアンプモードで、じゃあね、もうミドルとベースマックスで、ちょっとねトレブルはそんな上げすぎずで、ブライトをちょっとオンにしてみる。いいかも。いいかも。これどうです？いいかも。トレブルを、トレブルつまみをそんなに上げず、ブライトスイッチオンっていうのは、そういうことです。これいいかも。気持ちいい。
あ、しかもこのつまみマックスでも、はい、全然破綻しないんですよね。全くしないですね。はい。おー。じゃこみたいな感じ。そう。今井さん、ちょっと質問1個いいですか？僕これパッと最初見た時に、あって思ったことあって、なんだ今結構特に歪みペダルで、特にベース用って言われてるやつで、よくあるのがブレンドのつまみ、結構ついてるやつが多いんですけど、それがないんですよね。ないですね。これって多分つけようと思ったらつけれると思うんですけど、あえてつけなかったのって理由があるんですか？あります。ある。はい、そこもすごい迷ったんですよ。迷ったんですけれども、やっぱりなんだろう、このジャッカルってもともとすごく、例えばギターですごい歪んでても、こうテンションコード弾いたらちゃんとテンションが鳴るっていうようなアタックがちゃんとこうついてくるっていうコンセプトがもともとあって、そこのニュアンスをやっぱそのまま持ってきたかったってところはあるんですけど、まずかった。いや僕逆にそれがすごい好印象で、なんでかっていうとブレンドのつまみでドライとウェットを混ぜていくと、真のそのベースの音と原音と歪みの成分がちょっとこう離れて感じるんです僕。歪みを強くして弾いてる時にもうちょっとなんか芯が欲しいなみたいな時にドライの成分を上げると、今度逆に歪みがちょっと聞こえにくくなってくる。確かに音は太くなってくんだけど、大体僕がこうパッと弾いて、うわもうなんかちゃんと芯もあるしいい音だなって思うペダルってブレンドつまみがないんですよ。おお、そうなんだ。そうなんです。でこれもまさにそうだ。で太さん的にはこれは全然僕はむしろこっちの方が好きなんです。よかった。今日太さんにせっかくこう持ってきていただいているので、ちょっと太さんの機材も機材、はい、ありがとうございます。今日は2本ともブラックスモーカーの楽器で、4弦はパッシブのジャズベースで、5弦がアクティブプリアンプ入りの。そしてボード、これもねちょっとせっかくだから聞きたいな。これどうなってるんですか？これはまず一番最初にエンプレスのこのバッファープラスのやつに入って、まあバッファーなんですけど、エンプレスのループにペダル類ボリュームペダル含めて直列で1ループの中に入ってる。全部入ってる。でバッファーのアウトからもう DI っていうめっちゃシンプルな。一番右のそれはこれまずフィルターですね。まあオートアウ的なやつです。今ジャッカルがこれの状態でこれを入れるとおお、いいですね。かっこいい。オフだとっていう感じですね。いいですね。なるほど。結構ねファンクサウンドになりますね。この歪みを足すと。ですね。続いてはこれ先ほども弾いていただいた。これオクターバーですね。オクターバー。これもなしでやると。こっちの方がかっこいいね。存在感がやっぱ出ますね。出ます。でやっぱなんかこういうのって、曲中で使うこともありますけど、ソロとかちょっとこう前に出たい時に踏むことも多いんで、そういう時はこの両方オンだと存在感がすごいあって。そして次のなんか強そうなやついますけど、これはファズ的な感じで。じゃあまずさすがに単品でちょっと単品でいってみますね。なんかエフェクターの歪みって感じだ。そう。でちょっとなんかもう同時にやってしまいますか？いいですか？破壊的なでもかっこいいですね。めっちゃかっこいい。破壊してるけどめっちゃかっこいい音してる。ありですね。全然ありですね。全然ありです。なるほど。なんかもうここまで来るとなんだろう、シンセベースみたいな音に聞こえるっていうか。
ね、本当だ。なんか電子楽器感がね、ちょっとこうエレキベースっぽくないっていうか、もうこういうの大好きです。なるほど。そして最後はフェーズ90。フェーザーですね。みたいな。なるほど。これもいいですよね。安心のサウンドですね。フェーズ90。わあ、すごい、ありがとうございます。はい、どうも太さんありがとうございました。めちゃめちゃ楽しかった。楽しかったですね。楽しかった。こんなに楽しくこのジャンカルミッドナイトの魅力を皆さんにお届けできて本当に、いやこちらこそありがとうございます。最高でした。本日はスペシャルゲストベーシスト作家太さんでした。ありがとうございました。それじゃあまたの動画です。